どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さて、今回の動画は最新の iOS17.6 がですね、日本時間の7月30日に一般リリース公開となりました。このリリース日に関しては、僕のブログの記事を読んでいただいている方であればですね、ある程度アップデート来るなと、予想、準備はできていたんではないでしょうか。ただですね、この30日アップデートを過ぎて、すぐぐらいですかね、X の DM や LINE サポートの方には、結構ね、アップデートしても大丈夫なんでしょうかとかね、何か不具合出ていますかとか、そういった類の質問メッセージを多くいただいております。なので、今回のこの動画では、この最新の iOS 17.6 へアップデートした際に起こる可能性がある、問題ですかね。現時点で僕はこの不具合までとは言わないのかなと思っておりますので、一部のユーザーに限っては、こういった問題が起きるのではないかということを、この動画を通じて情報共有していきたいなと思っておりますので、ぜひね、iPhone ユーザーの方、まだアップデートしていない方はですね、最後までこの動画をご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、今回この最新の iOS 17.6 へアップデートした際に、ひょっとしたらこんな問題が起きるんではないかという予想項目7つお伝えしたいなと思います。どうやってね、この7つの項目を選んだかというとですね、これまでね、数多くの相談を乗ってきた中であったりだとか、今までの実例のね、この不具合の相談、実績だったりだとか、いろんな総合的な判断をして、数多くある中の上位7番目まで皆さんに情報共有していきたいなと思っております。なので、必ずしもね、今回伝える7つの項目の不具合が発生しているわけではないので、これまでの実例を考えると、こういう問題が起きる一部のユーザーがいるのではないかという予想となっておりますので、その辺はね、ちょっと履き違えないようにご理解していただきながら、この動画をね、参考にしてみてください。でその上で、一つね、付け加えさせていただくと、一応ですね、この 17.6 に関しては、毎度なんですが、セキュリティのアップデートが結構強く入っております。そして、バグの修正も多く含まれておりますので、Apple のね、推奨としては、ね、すべてのユーザーに対してアップデートを推奨しているということなので、そのあたりもね、きちっとね、理解をしていただければなと。そして、実際に僕は iPhone 13 Pro Max と iPhone 15 Pro Max を使っているんですけれども、この15 Pro Max に関しては、もう現にですね、ベータ版の iOS18 を使って、今検証とかいろいろやってますので、17.6 の検証ができておりません。ただ13 Pro Max に関しては 17.6 へのアップデート済みになっておりますが、今回お伝えする7つの項目の不具合は現時点では一切発生していないので、そのあたりもね、参考にしていただいて、アップデートするかしないかの判断をしていただければなと思います。では、7つ目のうち1番目。これは一番多い、問題ではないと思うんですが、相談内容ですね。バッテリーの消費問題です。で一応 Apple のね、アナウンスではですね、iOS アップデートした直後は、約48時間。これは皆さんが使っている iPhone の、モデルであったり、iPhone の中に入っているデータ量にも、関係してくるんですけれども、一応最大約48時間程度はシステムの最適化、iOS をアップデートした時にご自身の iPhone の中でシステムの最適化をずっとやっているので、その間、このバッテリーの消費が早くなる可能性がありますっていう風なアナウンスはされております。ただですね、相談者の多くは、やはり1週間経ってもね、2週間経っても、やっぱりちょっとバッテリーが早いなという相談が多いっていうのも事実なので、この iOS アップデートした直後に、このバッテリーの消費がなんか1日持ってたものが、ちょっと半日で切れるようになったなとかですね、そういう、この問題を引き起こす可能性があるのかなと思います。ただ、これは僕個人的な見解として聞いていただきたいんですが、今まで相談に乗ってくると、やはりバッテリーの消費が早くなる iPhone モデルっていうのは、比較的古い端末を使われている方、これはもっと簡単に皆さんにイメージしていただきたいのは、やはり古い端末に新しいものを入れる、最新の iOS を入れると、確かにね、いい部分もあるんですが、その分電力を多く消費する機能がついてたりするので、そういった影響もあって、比較的古い端末を使われている方は、この電力、最大のこのバッテリー容量とかがぐんと減ってしまう傾向があるのかなと思っております。
この辺は皆さんが使っている iPhone のモデルであったり、スペックであったり、データの量にも影響してきますので、一概には言えませんが、最新の iPhone を使っている方と、比較的古い iPhone を使っている方のちょっと違いっていうのは、結構出るのかなと思っておりますので、その辺もね、ちょっと参考にしていただければなと思います。そして次が2つ目。2つ目がアプリが落ちる、クラッシュするという問題ですね。これはですね、特にゲームアプリを使っているというか利用している方からの相談が多いのかなという気がします。iOS のアップデートした際、今回 17.6 ですけれども、これまでの実例のお話をすると、例えば皆さんが知っているような、X であったり、Instagram、Facebook、ね、いろんなその大手のね、SNS 関連のアプリ、Yahoo とか Google のアプリとか、その辺の企業のアプリであれば、ある種、ベータ版の時にある程度もう対応してきておりますので、そんなに影響はないのかなと思います。過去には、この iOS17 が一発目に出てきた時はですね、ちょっとね、アプリと iOS の互換性というか、ちょっとバグ、不具合が生じておりましたけれども、あくまでも、このマイナーのアップデートの新機能がついている 17.6 になっておりますので、その辺のアプリはそこまで心配しなくてもいいのかなと。ただゲームアプリとかになってくるとですね、当然そのゲームの特性であったり、GPS をね、使ったり、機能を使ったりするようなゲームってなってくると、やっぱりデータの量が多かったりしますので、その影響もあってか、アプリを立ち上げてすぐに落ちてしまうとか、ゲームの途中でバーンと落ちてしまうとか、そういった影響を及ぼす可能性があるのかなと思っております。なのでそういったゲームアプリね、結構するアプリ、僕はあんまゲームしないのでね、ちょっとイメージ湧かないんですけれども、そういったゲームアプリをほぼ使っている方であれば、そのアプリが 17.6 にしっかり対応しきれているのかどうかっていうのをね、確認してからでもね、アップデートしても全然問題ないので、ちょっと心配だなと、ゲームできなくなるの嫌だなと思う方は、ちょっとステイでいいのかなと思います。で、そしてもう一つが、例えばお仕事関係でね、特殊なアプリね、使われている方であれば、ここに関してはですね、結構このアプリの対応するアプリ側のアップデートって、なかなかね、早くできていないっていうのが多いと思いますので、しっかりとそういう特殊なお仕事で使われているようなアプリに関しては、今回の最新のね、17.6 に対応しきれているかどうかっていうのをですね、確認した上でアップデートした方がいいのかなと思います。なのでね、このアプリのクラッシュ落ちる問題に関しては皆さんが利用している iPhone の中にどのようなアプリが入っているかにもよりますので、何か問題があればね、僕の方に個別相談に来ていただければなと思います。そして3つ目。3つ目がですね、Wi-Fi の接続問題ですね。これはバッテリーの相談の次ぐらいにひょっとしたら多いんじゃないかなと思います。Wi-Fi の、いわゆる接続状況が不安定になったとかですね、接続、している中で切断されてしまうとか、そもそも Wi-Fi につながらなくなったとかね、そういった、この Wi-Fi に関連する、相談っていうのは iOS アップデート直後っていうのは非常に多くあります。で、ここはね、正直言って、その Wi-Fi 問題だけで動画1本ぐらい話さないと、参考にならないかもしれないんですが、確率的に言うと Wi-Fi ルーターが古い可能性があるのかなと思います。で、この Wi-Fi ルーターが皆さんがどのタイプのね、ルーターを使われているかにもよります。ひょっとしたら、この Wi-Fi ルーター側でアップデート、ファームウェアのアップデートすることによって、しっかり接続できるようになるっていうね、こういった改善方法もありますし、あとはプライベートアドレスをオフにするとかですね、そういった対処方法をすることによって接続できるようになりましたとか、あとはもう基本中の基本、iPhone でネットワーク設定のリセットをしていただくことで、普通につながるようになりましたとかですね。そういう、問題不具合が発生した場合には、この問題に関してはある程度改善できるのかなと思います。あとはね、この体感というか感覚の話になるんですけれども、Wi-Fi の速度が異常に遅くなった気がするとかですね。それを僕はコメントというか文章で読むとどれぐらい遅くなったのかっていうのがね、感覚のお話になるので、そういった速度に関する問題に関しては、できればというか個別相談に来ていただいた方がいいのかなと思います。その時に速い時の速度をしっかりと何かスクショかなんか取っておいて、アップデートすると以前よりも半分ぐらいの速度に落ちてしまいましたとかですね、ある程度比較ができるものがあれば僕もアドバイスしやすいですし、
DNS とかね、そういった変更のご案内もできるのかなと思っておりますので、Wi-Fi の問題がもし発生した場合も、個別相談に来ていただければなと思います。そして次が4つ目。4つ目が Bluetooth の接続問題ですね。で、この Bluetooth の問題に関しては、結構ね、的を絞りやすいというか、皆さんも理解しやすいのかなと思うんですけれども、Bluetooth ね、接続するもの、例えば AirPods Pro とかですね、テザリングで使っているとか、あとはカーナビであったりだとか、何かしら接続している機器があると思うんですよね。で、それら全ての機器が一斉につながらなくなっているのか、それとも特定のものだけがつながらなくなっているのかによって対処方法が変わってきます。まず、全てつながらないってなってくると、これは iOS のバグの可能性もあります。不具合の可能性もありますし、iPhone 本体自体が故障してしまっている可能性もあります。で、次が一つ何か特殊なものだけがつながらなくて、あと他はつながるということであれば、iPhone 本体には問題ないのかなと思います。で、iOS 自体にも問題がないというか、その機器との相性というかね、対応しきれていない可能性もあるかなと思いますね。そういった場合は、一旦今までね、接続の設定をしていたものを接続解除削除していただいて、一からやり直す。その場合には、例えばサードパーティー、他社製品であったとしても、リセット機能があれば、その機械自体リセットしていただく。こちらも iPhone は、例えばネットワーク設定のリセットであったりだとか、ある意味、もうまっさらな状態で接続し直す、設定し直すっていうことを一度やってみてください。なので、ユーザーさんの方で確認してほしいポイントとしては、すべて繋がらないのか、それとも一部だけなのか、そこだけでもね、確認していただいて、何かそこから原因で問題が解決しないんであれば、相談に来ていただいてもいいですし、メッセージ、コメント入れていただければ対応したいなと思っておりますので、ぜひね、確認してみてください。そして次が5つ目ですね。5つ目が iPhone の動作が重たくなったという問題です。これは、僕の中ではね、この iOS17 が、リリースされたタイミングで、結構多かった相談なのかなと思います。で、ここの原因も、100% はっきりしたわけではないんですが、さっきのね、1番目に言ったバッテリーの消費のところと同じような感じで、相談に来る方の iPhone のモデルを確認していくと、やはり古い端末を使っている方の方が重たくなったという割合は非常に高いです。で、ここはね、個人の見解ですけれども、iPhone 12以降、13、14、15、この辺であれば、相談件数っていうのはもうほとんどありません。動作が重たくなったという相談に来られている方の端末って、だいたいちょっとまだ新しいかなと思っても、12で11で、10S、10S Max とか10とかですね。このあたりの機種が使っている方が、動作が重たくなった、反応しなくなったとかですね。そういった相談が非常に多くありました。で、ここで、もしそういう問題が発生した場合、必ずやっていただきたいのは、iPhone に装着している iPhone のケースであったり、フィルム貼っている方は、一度それら全てを外してみてください。これまでね、ずっとつけていて何も問題ないから、ケース、フィルムは関係ないと思うよとね、思うかもしれませんが、ケースやフィルムもやっぱり消耗品です。iPhone と例えばフィルム、どちらが消費するのが早いかというと、やっぱりフィルムの方が早いですよね。そう考えていくと、ケースやフィルムを一旦外していただいて、同じ症状、同じ問題が起きるのかどうかというのを確認してみてください。動作が重たくなるっていうね、この表現なんですが、どこが何で、どういうタイミングでずっと重たいのか、それとも何かした時に重たくなるのか、何かネットを検索して、検索結果が出てくるスピードが重たい、遅いのか、スワイプするのがカクカクカクっていくのか、いろんなケースがあると思いますので、そのケースに合わせた対処方法が必要かなと思います。あくまでケースやフィルムっていうのは、やはり iPhone のね、ディスプレイっていうのは、非常に多くのセンサーがついていたりだとか、この背面のね、カメラのところにもセンサーがついていたりするので、すべて外していただいて、まずは確認していただければなと思います。それでも改善しないということであれば、いつどのような状況で、どのタイミングで、どういう動作が重たいかっていうのをね、一旦ね、整理していただいて、X の DM や LINE サポート、コメントを入れていただくかしていただければなと思います。そして次が6つ目。6つ目はですね、iOS 17、16でバッテリー消費の相談を
追い抜いてダントツで多かった不具合相談。これは LINE の通知が鳴らないという問題ですね。それとは別に、SNS 関連、Instagram とかね、そういった通知関連全般的な相談というのは、もうダントツで、この iOS16、17にアップデートした直後は非常に多くありました。この問題に関しては、僕のね、テクスタイルチャンネルの動画で、2つ、3つほどね、詳しく、詳細に原因と対処方法を話しておりますが、今回のこの動画ではもう対処方法だけお伝えしておきたいなと思います。これは該当するもの、アプリありますよね。一番多かった相談が LINE アプリなので、LINE アプリで対処方法を説明すると、LINE アプリを削除、そして再インストールしてください。おそらくそれで改善ができると思います。で、この LINE アプリ削除する前に必ずね、確認していただきたいのは、バックアップがきちっと取れているかどうか。で、LINE のバックアップを含めて取れているかどうかっていうのをね、必ず確認してください。そうでないと、例えば LINE アプリを削除して再インストールした際に、何かね、リセットされた状態で、再ダウンロードね、している可能性もありますので、その辺は皆さんのこの iPhone の利用環境によって違いますので、仮にデータがね、失われたとしても、きちっと復元できる状態で、必ずこの操作をやってください。なので、この LINE 通知が来ない問題、SNS 関連の通知が来ない問題は、該当のアプリを削除して再インストールしていただければ、ほぼ改善できるかと思います。そして次が最後ですね。7つ目。この7つ目は、モバイルデータ通信が利用できないということと iPhone が圏外になるという問題。一応この問題2つは7つ目にね、ちょっとセットで解説していこうかなと思います。ただ、先にお伝えしておくとですね、この iOS アップデート全体的、これまでの実例全体的に見るとですね、この2つの問題が起きる可能性は非常に低いです。もうかなり昔に iPhone7 っていうね、この圏外問題の、この端末っていうのがあったんですけれども、この大々的な問題が起こるっていう可能性は非常に低いのかなと思います。ではなぜね、7つ目に入れてきたかというと、直近の iOS17.4 とか5のあたりとかですかね、この短い期間で、このアップデートしたタイミングで、iPhone が圏外になったというね、相談が、この短いスパンで数十件以上来たんですね。でそういったこともあって、今回のこの 17.6 のアップデートの際に、モバイルデータ通信利用できないとか、ね、圏外になったことで、モバイルデータ通信が利用できないので、一応関連性を持たせて、最後に持ってきた次第です。で、これの対処方法っていうのは、例えばモバイルデータ通信であれば、すべて繋がらないのか、電話はできるけどネットができないとか、何か一つのアプリだけができないのかとかですね、それのまず確認をしてください。全体的にできないってなると、モバイルデータ通信自体がオフになっているかもしれないので、オンにしてみてください。そしてこれの原因が、例えば圏外という表示が出ているんであれば、もうこれ圏外が原因なので、圏外の対処方法をしていただく必要があります。でその場合のね、この対処方法もまた動画1本分ぐらいになるので、かいつまんで対処法を言うと、ネットワーク設定のリセット、そして SIM カードの抜き差し、これら基本的な操作を全部やってください。詳細は僕のチャンネルでね、概要欄、URL 貼っておきますので、そこでね、見ていただければもっと詳しくわかりますけれども、この直近の 17.4 とか5の時は、この基本的な対処方法をやっても、最終的にはね、改善できなかったんですよね。では、どういう改善方法があるのかというと、最終的には iPhone の初期化で改善しました。でも、この初期化の方法も2つあって、iPhone 本体だけで全てのコンテンツとね、設定を消去。これをやったとしても改善はできませんでした。残り1つの初期化というのは iPhone とパソコンを使って iPhone リカバリーモードに入れて初期化、復元を実行していただくことで圏外が治りましたっていう報告が来ておりますので、この初期化自体もパソコンを使ってやらないと、もし仮に iPhone が圏外になった場合っていうのは改善しない可能性もあるのかなと思っております。ただこれは全てのユーザーがね、当然今回7つお伝えしているのは全てのユーザーで発生するわけではないので、もしこの圏外問題が発生した時はですね、個別相談に来ていただいた方が、僕もね、しっかりね、詳しくね、アドバイスができるかなと思っておりますので、17.6 アップデートした後に、こういった問題が発生した場合は相談にしに来てください。でその上で今回、合計7つ、この最新の iOS 17.6 アップデートした後に起きる問題のあくまで予想です。
予想を、ね、皆さんにね、情報共有させていただきました。もう一度言います。僕はこの7つすべて発生しておりませんので、そこは安心してください。で、その上で、アップデートしていただいて、仮に何か問題が起きた場合は、相談に来ていただければ、ある程度ほとんどのものが改善できるものになっておりますので、この動画、iOS アップデートしないでくださいねっていう動画ではないことを、理解してください。僕もアップデートは推奨しておりますので、その辺をね、ちょっとご理解していただきながら参考にしてみてください。では本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ではまた。